空が青いなはい、おはようございます。今日は7月27日月曜日でございます。はい、今日はね、これから、ちょっと金谷の方に行きまして、はい、鳥小屋のね、ゲージの、ネットをね、作ってくれということでございます。それと午後は、スズメバチの巣の駆除をしてほしいということで、今日もね、暑いですけど、行ってまいりたいと思います。ということで、本日もよろしくお願いします。人血。ということでね、おととい、普通花火大会ということで、その前の日から、私の東京のね、同級生が、泊まりに来てまして、はい、それでね、いや、もう何年ぶりですかね、30何年ぶりですかね。毎年ね、忘年会はね、やってるんですけども、はい、今回ね、北海道から、30何年ぶりの、男がね、やってまいりまして、通称クマさんって言われてるんですけどね、親父っていうあだ名で、クマさんに似てるんですよ。はい。が、久々にね、顔出しまして、いやー、ほんと、懐かしいお話をね、させてもらいまして。でね、こういうのってね、一人対、一人で話すとですね、結構昔の記憶って曖昧なんですよ。はい。ところがね、今回何人 ?10 人ぐらい集まったのかな。10人ぐらい集まるとですね、結構ね、昔の記憶が、その人の記憶がね、残ってまして、そうすると、そうだったよね、あの時そうだったよね、みたいな感じでね、記憶がつながったりなんかしてね。それで、そうだったかそんなことあったかみたいなのもあるんですけども、昔のね、彼女だったりね、昔のね、恋バナだったりね、いろいろありますよ。ほんとね。いろいろ悪いことした話とかね、いいことした話とかね。はい、そういう話はね、もちろん当然、今は話せませんけどもね、ほんと、昔に戻るということでね、いやー、非常に懐かしゅうございました。はい、ということで、バタバタと、みんなね、帰ってきまして、やっと静かにね、なったんですけども、2日間、正味3日間ですかね、うちにね、いろんな人が入ってきましたんで、うちの花ちゃんがですね、実は行方不明になってしまったんですよ。はい。寂しがりや恥ずかしがりや、人見知りの花ちゃんはですね、人がいるとですね、いつもは部屋の隅っこで隠れてるんですけど、今回はね、10人もいましたから、隠れる場所がないと。誰かがね、必ず、動いてくるということでね、外に出ちゃいましてですね、うちの花ちゃんが行方不明になりました。それで、夕方になってもね、みんな帰って夕方になってもですね、出てこないんですよ。で、どこ行っちゃったかな、もう遠いところ行っちゃったのかなと思ってね、花って呼んだらですね、なんと、タンク小屋のですね、ビニールハウス用のタンク小屋の、床下にいました。はい、そこでね、か細い声でにゃおにゃおと言ってましたんでね、ごめんつって、抱き上げて家に連れてきました。
ということでね、季節でございました、鶏小屋を一体全部解体いたしまして、そしてね、新たにネットを張っていくというような作業をしております。はい。で、一旦ね、いつもは外庭の方にね、放し飼いされてるんですが、今日は全部ね、ネットをやり替えるということで、小屋の方にね、全部、入れさせられまして、そしてね、おとなしくしておりました。でね、この飼い主さんにね、聞いたらですね、鶏の世界もですね、どうやらいじめがあるらしいでございます。はい。で、やはりですね、いじめられてですね、なんか嫌がらせされたりとかしてね、はい。そして、その嫌がらせされた鶏ちゃんはですね、いずれ死んじゃうんだそうでございます。はい。だからね、人間の世界も、鶏の世界も、動物の世界も、全部ね、似たようなもんなのかなと、思いますけどね。やはりね、最初、なんですかね、喧嘩みたいにね、じゃれ合ってて、そしてそのうちね、ご飯を食べさせないように、追いかけるんだそうでございます。はい。で、外にね、餌置いてますんで、それを食べさせないということで、だんだん外に出れなくさせられて、そしてね、最後はご飯食べれなくなって死んじゃうんだそうでございます。ということでね、同じですね。はいはい、お前のパヤ作ってんだよ。とりあえず長さだけ見てください。このぐらい大丈夫。はい、ということでね、本日は、鳥小屋のね、ネットフェンス、付け直しました。はい。で、午後はね、ちょっとね、スズメバチの駆除の調査行ってまいります。ということで、ありがとうございました。人月。どうも、ご無沙汰してます。はい、ということでね、これね、かなり山の中の山の奥に、建てられた、単管パイプで建てられたですね、建物なんでございますが、そのね、今見にくいかもしれませんけどね、屋根上にスズメバチの巣がついているから駆除してくれということで、完全防護服を着て、はい、これからね、上に上がってきます。で、足場板ね、乗せてくれたんで、その上に乗って駆除するということで、足場板が、乗り終わりましたら、みんな逃げてきます。はい、逃げてきますねって、みんなね、俺だけ置いてね、去ってったんですよ。はい。そんなにビビることかなとか思いながらですね、いやー、ちょっと離れてていいって言われたから、どうぞ、離れててくださいってことでね。はい。この辺ですね。この辺に巣ができてまして、今ね、殺虫スプレーで、今取りました。もうスズメの巣をね、取っちゃいました。はい。で、終してね、もうちょっと襲ってくるかなと思ったんですけど、結構このスプレーね、効いてくれまして、そしてね、死んでくれましたんで、はい、これで、かなりでかい、これ運搬車、キャタピラの運搬車なんですけど、これで、無事帰還ということで、とっとと帰らせていただきました。
はい、ということでね、本日は帰ってまいりました。はい、ということで午前中ね、鶏の小屋の、ケージを、ネットをね、張る作業をいたしまして、そして午後はね、スズメバチの巣と言ってましたけど、多分あれアシナガバチじゃないかな、巣をね駆除してまいりました。はい、ということで本日も、以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いしますということで、明日もですね、明日明後日は一日中朝から晩まで草刈りでございます。はい、山のね草刈りになります。ということで忙しいですけどもね、頑張ってまいりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いしますということで、以上となります。ありがとうございました。人傑。日本の未来はもう終わりだという人もいる。でも本当にそうだろうか。次の時代は地方から始まる。